back, set back to this night. We came here after a long day, never stopping, always waiting to be there in the blue out of this place, where we share our fragile dreams, swapping laughs and stupid memes. Close your eyes and dance the night away. We're gonna set fire to the night, some bad vibes out of sight. Take our lives back into the groove. We're gonna set fire. 皆さんこんにちは、ケイキチです。今回は先日リリースされたサイバーパンク2077のパッチ 2.12、 この新しい環境でぜひ入れておきたい定番のモッドを紹介します。幸いなことにほとんどの主要な前提モッドが新しいゲームバージョンに対応してくださったおかげで、ほとんどのモッドが動くようになりましたので、新しい環境で導入し忘れているものがないかチェックしながら見ていただけるとありがたいです。それでは早速始めていきます。ではまず最初のモッドはイマーシブファーストパーソン。もうこのモッドがないとサイパンを遊ぶ気にならないという方も多くおられるのではないでしょうか。カメラを下に向けた時、バニラでは足元しか見えませんが、イマーシブファーストパーソンでは首から下のボディが全て表示されます。ゲームの没入感を高めるものとして非常に需要の多いモッドです。今回はこのイマーシブファーストパーソンのもう一つの機能、フリールックの使い方を詳しく見ておきます。このフリールックは PUBG やタルコフなど最近の FPS ゲームでよく使われている機能で、通常の視点とは別の独立したカメラに切り替えて周囲を見渡すことができます。フリールックの切り替えは CET でホットキーをバインドして行い、カメラのスピードとホットキーを離して通常のカメラに戻るスピードはオーバーレイで調整します。トランジションスピードでフリールックから通常カメラに戻るスピードにあまり速くしすぎると少しいびつな感じになるので、自分に合ったほどほどのスピードを見つけてみてください。没入感を高めるモッドはまだいろいろありますが、こちらの Sit Anywhere をお忘れなく。座れそうなオブジェクトをスキャンすることで実際に座ることができ、カメラを回して周りを眺めることができます。そして同じ作者の方の最新のモッド Lean Anywhere もお試しください。手すりなどのオブジェクトに寄りかかって景色を眺めることができます。使い方は Sit Anywhere と全く一緒で、スキャンしてアクティベートします。で、この2つのモッドはお互いに互換性があり共用できます。胸ぐらいの高さのオブジェクトには寄りかかり、背の低いオブジェクトには座るようになります。面白いですね。お次は Always First Equip。 こちらもしっかり動きます。初めての武器を装備した時のかっこいいアニメーションを一定の確率もしくはホットキーを押して任意のタイミングで発動させます。また武器を構えた状態でインスペクトウェポン、武器をチェックするアニメーションをホットキーもしくは一定時間で再生させることができます。この2つのホットキーはデフォルトで F2 に設定されています。そして F2 を長押しするとセーフモード、 F3 で武器を下げることができます。アニメーションが発動する確率、クールタイムなどはモッドセッティングで細かく調整してください。モッドセッティングも 2.12 に対応しました。これでまたいろんなモッドが使えるようになりますね。ありがたい。続いてアドバンスコントロールも見ておきます。このモッドは移動速度をスクロールホイールで調整できたり、リーン打ち、ガジェットの切り替えなどなど近代的な FPS の操作方法をサイバーパンクに追加します。各操作の設定はオーバーレイメニューと CET のバインディングタブで行います。リーンの設定はバインディングで左右のホットキーを設定するだけで OK ですが、
使いやすいキーに設定するとゲームのデフォルトのキーと被ると思うので、ゲーム側のキーバインドも変更する必要が出てくると思います。移動速度の変更はオーバーレイでスクロールウォークをオンにして CET でモディフィアキーをバインドします。このモディフィアキーを押しながらホイールをスクロールさせて移動速度を調整します。スピード HUD もオンにしておけば左下に現在のスピードが表示されます。他にも ADS をホールドではなくトグルに変更したり、リードドキー長押しで武器を出し入れできたりと、モダンな FPS ゲームの操作に近づけることができます。すごいモッドですので、まだの方はぜひ一度使ってみてください。同じ作者の方のモッドをもう一つ、ファーストパーソンカメラ。このモッドでは武器を構えた時などのカメラ位置を細かく調整できます。調整方法は CET で高さや奥行きを調整するためのホットキーをバインドして使います。バインドされたホットキーが入力されるたび、設定の変更が保存されていきます。ADS 時のオフセットも調整できます。すごく簡単で詳細に調整できるので、普段当たり前に使われている方も多いと思います。2.12 でも問題なく動作するので助かりますね。で、次はビークルのカメラを調整するモッドも見てみます。ビークルカメラといえばこれですね。ベタービークルファーストパーソン。ビークルのカメラ位置を自由に調整して車両ごとにプリセットとして保存できます。ただ多くのビークルのカメラを手動で調整していくのは結構手間なので、こちらを使ってみてください。プリセット for ベタービークルファーストパーソンにはほとんどのバニラのビークルのカメラプリセットが入っています。どの乗り物に乗っても綺麗で分かりやすいカメラ位置で運転できます。内装もしっかり見える位置に調整されているのがミソですね。車を所有する喜びが味わえます。続けてこちらのモッドはどうでしょうか。ナイトシティアライブ。車両に乗ったギャングがナイトシティの至る所でスポーンするようになります。車両に乗って現れるギャングは非常に好戦的で、他のギャングを見つけるとすぐに小競り合いを始めます。そしてさらに火種となったギャング同士の小競り合いに他のギャングも参加して激しい抗争が始まり、 NCP が介入し、さらには一般市民までも銃を乱射し始めます。動画ではナイトシティアライブの高密度バージョンを使っています。今回ここにノバシティのアドオンであるノバシティポピュレーションを加えてみましたが、これがなかなかいい感じに混沌としたナイトシティを演出してくれました。そしてさらにナイトシティのギャングやボスを強化したい場合はエネミーズ・オブ・ナイトシティを導入してみてください。ボスを含む全ての敵が新しい戦闘 AI、 バニラとは異なる武器、ムーブセット、ステータス強化など多くの変更追加要素を加えてオーバーホールされます。その辺にいるギャングですら素早いアニメーションでプレイヤーを翻弄しつつ戦術的な動きで攻撃してきます。ボスに関してはさらにアグレッシブで大幅にスピードが強化され、多くの耐性と新しい兵器が追加されます。そして彼らにはもはやサンデビスタンは通用しません。こちらのサンデビスタンには普通に追いつきます。オーバーホールされる要素はこれだけでなくまだまだ山のようにあります。挑戦的なプレイを求める方はぜひお試しください。後悔させてやる。貴様は終わりだ。跡形もなく消えろ。どうした怖い。生かしては返さん。次はエクイプメント EX。50個以上のトランスモグ見た目装備を
編集できる最強のアウトフィットマネージャーですね。こちらもしっかりと 2.12 に対応しています。使い方としては、インベントリを開いてワードローブのコーデにアクセスすれば、インベントリ内の装備が一覧で表示されます。フィルターの項目にある3本線をクリックするとソースの表示を切り替えることができます。ここをワードローブストアに変更すれば、今まで手に入れた装備が全て表示されます。売ったり分解した装備であっても、一度手に入れたもの全てを使ってコーディネートできます。コーディネートはプレビューを見ながら編集できるので、これも便利ですね。そしてもしも装備の編集中、重ね着したいアイテムがあるけどスロットが被ってしまって装備できないという場合は、アイテムにカーソルを合わせて F キー長押しで他のスロット、胴体のアウターやボディのアウターなど好きなスロットに変更して重ね着することが可能です。これでオリジナルの重ね着装備を無数にコーディネートできます。編集したコーデは服装保存で、これまたいくつでもプリセットとして保存できます。ただ少し服装の読み込みには時間がかかるようになってしまいましたね。そしてさらにエクイプメント EX はフォトモードアンロッカーと連携させることができます。フォトモードアンロッカーを導入してフォトモードを起動させたとき、ポーズタブにコーデの項目が追加されます。これで先ほど編集して保存したプリセットをフォトモード中に読み込めます。すごいですね。装備だけでなく髪型も衣装として装備できるモッドもあるので、合わせて使うとガラッと雰囲気が変えられて便利です。そしてバストに物理を追加するモッド、ブリースとジグルフィジックスも見ておきますが、元気よく動いてますね。異常なしですね。さらにダイナミックな動きが欲しい場合はカスタムブリースとジグルフィジックスも合わせて導入してください。もしもクリッピングが気になる、もしくは落ち着いたイメージにしたい方はライトバージョンも用意されています。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。パッチ 2.19 になっても主要な前提モッドが早いタイミングで更新されて、また多くのモッドで遊べるようになりました。短いスパンでアップデートされていくサイバーパンクのゲームバージョンに合わせて対応してくださるモッダーの方々の苦労は、僕のような一般人には計り知れないものがあると思います。なのでいくらか寄付をしてみようと思いましたが、なんか日本からはできませんでした。残念です。ですので承認ボタンの押し忘れだけはないよう注意していきたいと思います。それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。Close your eyes and dance the night away.